こんにちは、モネです。今日はリクエストでめちゃくちゃ多かった見やすい勉強ノートの書き方を紹介していきます。せっかくならね、見やすいノートを作って復習に役立ててもらえたらななんて思います。すぐに真似できる方法ばかりなので、動画を見ながら一緒にやってみてください。勉強ノートとは言っていますが、手帳のページを書くときにね、役立つノートの書き方でもあると思うので、勉強はしてないななんていう方もぜひ見ていっていただければ幸いです。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひ聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいのでお待ちしております。それでは今日も楽しい手帳時間行ってみましょう。まずは書き方のポイントの前にノートの役割についてちょっとお話しさせてください。いろんなことで言えるんですけど、何のためにやるか、やる目的っていうんですかね、その目的を分かってるのと分かってないのでは結果が結構変わってきちゃうんですよね。なんでとっても大事です。ということで、まずノートの役割について紹介いたします。まず勉強ノートの役割は見返すためにあります。先生の書いた黒板の文字を書くためにあるわけじゃないんですよね。書くためにあるっちゃあるんですよね、ノートなんでね。でもその一歩先の役割がすごく大事です。それこそね、黒板を写すのが役割だったら写真撮るだけで十分なので、授業で習ったことを一度で覚えることってやっぱり難しいですよね。何度も見返して復習することで頭に内容が入っていきます。そこで今回紹介する方法は、見返すときに見やすいっていうのと見返すときに便利っていうのを意識した方法になっています。紹介する方法は5つ。見出しのパターンをあらかじめ決める。後から書き込める場所を作っておく。文字を詰め込みすぎない。色数を制限する。図やグラフを入れる。この5つの方法を1つずつ紹介していきます。まずは見出しのパターンを決める。これはお手元にある本や雑誌を見てもらえばわかると思うんですけど、読み物って必ず見出しがあります。そしてこの見出しには序列があります。それが大見出し、見出し、小見出しで、ものによってはね、大見出しだけの時もあるし、大見出し、見出し、小見出しの3つにとどまらないでいくつも出てくることもあります。勉強ノートの場合は私の経験上にはなってしまうんですけど、3つあれば大体のことに対応できるかなと思っています。このね、序列を意識するとノートは格段に見やすくなります。見やすくなる理由は、ノート全体が整理されて、どこからどこまでが一つのまとまりなのかがはっきりするからです。わかりやすくするためにビフォーとアフターで比較してみます。まずはビフォア。見出しのパターンを決めずに見出しっぽいものをね、その場で気分でなんとなく目立たせたのがこちら。一応見出しと文章のまとまりは感じ取れるんですけど、あまりまとまってる、どこからどこまでが区切りみたいなのはちょっと分かりづらいのかなって思います。そしてアフターはこんな感じ。ここからここまでが大きなくくりで、その大きなくくりの中に小さな塊がある、そんな感じの作りになっています。2つを比べるとこんな感じになります。かなり見やすくなってませんか？欲しい情報を見つけるときも見出しが見やすいと、ここに情報があるのかないのかっていうのを一瞬で判断できるようになります。意外とこのあるないがすぐ見つけられるって大事で、あるかなあるかなどこかなみたいに探してる時間って意外ともったいなかったりしますよね。見出しをしっかり書くことで時間の節約にもなるのかななんて感じてます。私の見やすいノートの 80% はこの見出しでできてると思います。大部分をかなり占めているので一番最初に紹介しました。大見出し、見出し、小見出し、この3つを用意しておけば比較的どんな授業でも対応できると思います。ここからは実際に使えるパターンの紹介をしようと思います。大見出し、見出し、小見出しは目立たせる順番でもあります。やっぱり大見出しが一番目立って、で次に見出し、そして小見出しの順に目立てばバッチリです。
私の場合は大見出しが黒マステで、見出しが黒丸、そして小見出しがマイルドライナーのグレーで線を引くっていう形になっています。ちょっとね、黒マステの見出しを使っているのは特殊かと思うんですけど、とにかく目立つので結構おすすめです。それこそね、授業を受けながらマステを貼るなんていう時間ないと思うので、結構授業の時は見出しの部分にちょっと筆圧を低めにメモしておいて、後から貼って上から白のペンで書くみたいにしてます。私が使っているのは MT の黒マステと、白ペンはユニボールシグノのホワイトです。この黒マステ自体は 15mm なので 1.5 センチあるんですけど、こうやってカッターマットに貼ってしまって、最初にまっすぐ切ってしまうようにしています。結構これやるときはこうやってね、カッターマットにメモリがついてるものだとまっすぐ切れるのでおすすめです。自分で考えるのは面倒だななんて方用に、他にも見出しのパターンを作ってみました。一応ね、パターン1とパターン2とパターン3、自分の中で使いやすいものをぜひ使ってみてください。2つ目の方法は後から書き込める場所を作っておくということです。方法は簡単で、ノートの4分の1、右側4分の1をメモスペースに開ければ OK です。授業をね、受ける前にあらかじめ線を引いておくと、授業を受けながらもメモを書き込めることができます。メモが活躍するのは授業を受けている時と復習の時。授業中にね、先生がさらっと言ってくるここテストに出るよとか、ここ重要だからとか、そういうものをメモのスペースにちょこっと書いておきます。あとは自分の中で授業中に理解できなかった時は、このメモ欄にここから始めるとか、再確認とか、ここ意味わからんとかメモしておくと、自分のわからなかったところがすごいはっきりします。そうやってはっきりさせておくことで、自分がどこから取り掛からなきゃいけないのかがわかるようになります。そして復習の時は、できなかった問題に関しては教科書とね、よく連動している問題集があると思うんですけど、その問題集のページをメモして、もう一回とか、テスト前にここもう一度確認とか、ここは暗記項目とか、センターで毎年出てるとことか、そんな感じのメモをしておくと、見返す時にやるやらないの判断がしやすくなります。一つ目の項目でも言ったんですけど、この判断が早くなると、それだけやっぱり時間が生まれるので効率が上がります。3つ目の方法は文字を詰め込みすぎない。これはノートを見返すときに、今から勉強がみたいな、なんて言うんでしょうね、落ち込むというか、げんなりというか、そういう気持ちの面で役に立ちます。大人向けの本、大人向けの本って言うとやらしいですね。アダルト系とかそういうんじゃなくて、なんて言うんだろう、難しい本っていうのかな。そういう本ってやっぱり文字がすごくびっしりな本が多いかと思います。一応彼の本なんですけど、こんな感じにやっぱほんと文字がびっしりで、私結構活字が苦手なので、ちょっとね、見るだけで胸焼けが起こりますね。そして子供向けであればあるほど文字が大きくて文字数が少なくなっていきます。絵本がいい例ですね。同じ見開きの1ページなんですけど、こんなに文字量が違います。文字量が少なく余白が多いほど簡単に見えるっていう、視覚的なマジックが起こるんです。で、ここで思い出してほしいのがノートの役割。そう、ノートはね、見返すためにあるので、ノートを開いた時に気持ちから負けないって意外と大切なんですよ。そういった意味で役立つのが文字を詰め込みすぎないっていうことですね。どうすれば文字を詰め込みすぎなくなるかというと、ポイントは3つあります。横いっぱいにまず文字を書かない。で、話が変わるところは1行。次の見出しの直前は2行。それ以上開けてもいいんですけど、とりあえずちゃんと行を開けるっていうのが大事です。で、3つ目は大見出しが来るときは必ずページの一番上になるようにする。結構これを意識するだけでノートは見やすくなります。実際のね、ノートを見てみましょう。横にしっかり余白があるのが分かりますかね。そして話が変わるところがここですね。で、次の見出しの直前は1行開けたものより倍広く取ってあります。この余白が見えない区切り線の役割をしてくれて、文字というか文章っていうんですかね、文章にまとまりを出してくれます。
そして私は大見出しをね黒のマステで作ってるんですが、必ずページの一番上に来るようにしています。マイページはこんな感じ。たとえね大見出しの前がこうノート1行しか使ってなかったとしても、大見出しは必ず新しいページに書くようにしています。実際にねどれぐらい見やすくなるのか比較してみましょう。こちらがこう3つのポイントを意識しないで書いたノート。文字がやっぱびっしりですよね。読んだりこう必要な情報を見つけ出すのもやっぱ苦労します。そしてこちらが3つのポイントを意識したもの。こう見ていてもね目が疲れないですよね。ノートをびっしり書くのはそれこそね隅々まで使って無駄を出さないので、すごく物を大事にされてると思うんですよね。めっちゃいいことだと思います。ですがやっぱり何度も言いますが、ノートは見返すためにあります。こうねなんかこうもったいない使い方してるんじゃないかななんて思う必要はありません。見にくくてねちょっとノートをこう開く気になれないんだよねってなるよりは、自分のノートが見やすくて何度も見返しちゃうっていう方が書いた後も大事に使えることができます。4つ目の方法は色数を制限する。私は学生の頃よくこうマーカーを引いていました。しかもねいろんな色で。なんでこうねおかげさまでって言ったら変なんですけど、もうねテスト前どこが本当に大切なのか全く分かりませんでした。だから同じような経験がある人いるんじゃないでしょうかね。こんなことを防ぐためにもこう色数を制限することはとても大切です。私が色数を制限するときに意識しているポイントは3つ。見出しに色を使わない。で、ページ全体でモノクロプラス1色にとどめる。で、あとは色をつけるルールを自分の中で決める。この3つを大切にしています。それぞれね、もうちょっと詳しく紹介していきますね。まずは見出しに色を使わない。見出しに色を使うのは目立つので一見良さそうなんですけど、見出しの目立ち度と大切なところの目立ち度が近くなっちゃうので、下手したら見出しなのか大切なところなのか見にくくなってしまうっていう問題が起こります。そこで私がヘビロテしているアイテムがマイルドライナーのグレー。見出しはグレーを使って全体をモノクロで書くようにしています。マーカーは文字の下に線を引くだけでなく、囲みやアイコンとしても使いやすいです。色を使わなくても他と差別化できるのでおすすめです。目立ちはするけど色がついてないので主張は控えめ。もうねそんな感じのマイルドライナーが私は大好きです。そして2つ目のページ全体でモノクロプラス1色にとどめるっていうこの言葉にあるように、色を使うところが大切なところってはっきり決めておくことで、見返した時に迷わなくなります。色をたくさん使うとそれだけで色の持つ意味を無意識で考えちゃうので、大切なことイコール赤、もうこのくらい単純でいいと思ってます。私は大切なところは赤文字にするか文字の下に線を引くか、この2つにとどめてます。そして3つ目の色をつけるルールを自分の中で決めるっていうのは、私の場合なんですけど、赤文字は単語、文字の下に赤線を引くのは文章の時っていう感じで分けています。こうやってね決めておくことでノートを書くときに無駄に悩む必要がなくなります。一応ね2つ目でプラス1色ぐらいがいいって言ってるんですけど、きっとね2色使いたい人だっていると思います。そんな時はそれぞれの色の役割をちゃんと決めておくと、ノートを見返した時に混乱しなくなります。例えば赤は暗記必須のもので、青はそれ以外の大切なことみたいな感じで分けてあげてください。5つ目の方法は図やグラフを入れる。これは3つ目で紹介した文字を詰め込みすぎないっていうものにも関係してきます。文字だけだとどうしてもやっぱ疲れてしまうところ、図やグラフが入ると箸休め的なね効果を発揮してくれます。小説のね挿絵みたいな感じですかね。といっても図やグラフは何行にもなる文章を図で解説してくれているものなので、勉強内容の理解を深めてくれる効果もあります。視覚的にも覚えやすいのでノートにも取り入れるのがおすすめです。参考書の図をねノートにプラスすることで、ノートと参考書の行き来をしなくてもよくなるし、ノート1冊でね復習が全部完璧にできちゃうなら持ち運ぶものも減るので、外でのお勉強も荷物が少なくて済みます。私は授業中先生の解説を聞いて
後から教科書の構図を図書館で縮小コピーしてノートに貼るっていうことをよくしていました。もうね、今でもね、貼る場所を確保しといて、本の図を家のコピー機で縮小して貼っています。今日の動画は見やすい勉強ノートを作るためのポイントを5つ紹介しました。見出しのパターンをあらかじめ決める、後から書き込める場所を作っておく、文字を詰め込みすぎない、色数を制限する、図やグラフを入れる。どれもね、すぐに真似できるものを紹介したので、ぜひ見やすいノートを作って復習しやすいノートを作ってみてください。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合もね、正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっとね、楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる、私にとってとても大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。